はい、皆さん、こんにちは。日本語レオです。今回のテーマは、日本の電車でのマナー、このことについてお話ししていきたいなと思います。今、皆さんは日本語を勉強しているということで、これから将来ね、日本に旅行したいなって思っている方もいらっしゃると思いますし、もう今すでに日本に住んでいるよっていう方もいらっしゃると思います。日本で旅行するってなると、必要になってくるのが、この電車になっていて、新幹線を使ったり、飛行機を使ったり、いろいろな乗り物たくさんありますけど、よく電車を使用します。特に東京とかだと電車をたくさん使います。で、今回はその中でも電車でのマナーということで、実際に正しいというか、明確なルールではないんだけど、こういうことをしましょう。こういうことを逆にしちゃいけませんよっていうルールがあるんですね。ルールっていうかマナーがあるんです。で、今回はそのマナーを9つお話しさせていただきたいなと思います。そして、このマナー9つあるんですけど、このね、イラストっていうのが描かれてます。なので、その絵を描画、皆さんにちょっと説明していきたいなと思います。はい、例えば、このつり革にぶら下がっている男の子がいますねとか、そういうようなね、ことを僕が話すので、その語彙だったりとか表現っていうのを身につけていただきたいなって思っています。この放送を聞くことによって日本語を学びながら電車でのマナーについて学ぶことができます。そして、パトレオンっていうサービスではその単語、今回の単語リストだったりとか理解できたかどうかっていうことのクイズも載せてますので、もし気になる方はいらっしゃったらぜひ URL を使って見てみてください。ということでやっていきましょう。はい、今回は民鉄キッズっていう子供向けのサイトから引用させていただいています。こちら9つあるので、それぞれ説明していきたいなと思います。まずはじめに、この画像ですね。この画像、このイラストですね。これ、×って書いてますね。やってはいけないよっていうことで、×って書いてますが、騒がないですね。騒ぐっていうのは、すごくこう、はしゃぐみたいなイメージなんですけど、ちょっとコメント読み上げましょう。駅や電車の中では騒がず静かにしようって書いてますね。子供2人いますね。男の子2人います。1人はつり革ですね。つり革って言うんですけど、上に垂れ下がっているものですね。ものをこのつり革って言うんですけど、このつり革を2つ使ってぶら下がってますね。ぶら下がって遊んでます。そしてもう一人の男の子は、電車の中で走ってますね。うん。騒いでますね。うん。あまり騒がない方がやっぱいいですね。日本の電車ってすごく静かな空間です。なんでかっていうと多分、これは、騒いでるとね、すごく狭いから、嫌なんですよね、本当に。僕もなんかその満員電車の時もあれば、あの、比較的空いてる時もあるんですけど、満員電車の時も、騒がない方がいいし、逆に空いてたとしても、そこまで騒ぐ必要が、ないことがやっぱ多いですね。結構、友達と一緒に電車乗ることとかもあるんですけど、割とひそひそ、普通の声だとすごく響いてしまうので、少し声の大きさを小さくして話すことがやっぱり多いです。なのでね、この子供みたいにつり革にぶら下がったりとか走ったりするのはやめましょう。はい。そうでしょうねって感じではあるんですけど。はい、次行きましょう。次は、丸って書いてますね。これはいいことということです。はい。コメント読み上げましょう。席を譲ろうって書いてますね。席を譲るって言いますね。誰かに自分の席を他の人に、あげるというか、言い方を譲ると言います。お年寄りや体の不自由な人に席を譲ろうと書いていますね。男の子はおばあちゃんに席を譲ってますね。そして、
男性とか女性がとてもニコニコしてますね。笑っています。そう、日本には優先席っていうのがあります。優先席っていうのは、体が不自由な人だったりとか、妊娠している方だったりとか、あとは怪我をされている方、松葉杖みたいなね、のを使って、歩いている方とか、結構思うように体を動かせない人が優先的に座れるところがあるんですが、ここでは普通の席ではありますけど、席を譲ろうと書いています。うん。そこは別に、強制ではないような気がするんですが、ここはあくまでマナーということで、実際におばあちゃんに席を譲ってますね。おばあちゃん嬉しそうなので、譲ったらいいんじゃないのかな。ちょっと次行きましょうか。はい、次は×って書いてますね。やっちゃダメですよ。ここが、国によって、ダメなんですかって言われるようなところです。はい。携帯電話で話さないって書いてますね。これは電車の中で携帯電話やスマートフォンの音を出したり話すのはやめようと書いています。このイラストは女の子が携帯電話を使って電話をしていますね。で、この白いのが多分女の子のコメントです。吹き出しになっていて、なんて書いてある？いいよ、今度遊びましょうとか書いてますね。ちょっと字が小さくてね、あまり読めないですけど。そして、この青い吹き出しは多分、今電話している相手の声ですね。そう。で、相手の声はスマートフォンから出てるので、このギザギザみたいなね、吹き出しになっていますが、だから、電子音みたいな感じで、ギザギザになっているのかなと思います。はい。携帯電話、あんまり使わないというか、使わないことがマナーになってますね。日本では僕はすごく当たり前だと思っていて、あまりね、電話を使う人いないですね。というか、例えばですけど、隣の国、韓国って電話ね、電車の中で電話するとかって全然オッケー、大丈夫だったりとかするんですけど、日本では、電話するっていうことはもうほとんどないです。もしかかってしまった時は、僕が見た時は、サラリーマンの方が電話に出ていたんですけど、電車の中で。その人はどういう風なことをしてたのかっていうと、ほにゃららです、つって、ほにゃららです、すいません、今ちょっと電車の中なので、また折り返し電話させていただいてもよろしいでしょうか？というようなことを言ってました。なので、あまり電車の中で電話をするっていうことは、マナー的には良くなかったりとかするので、もしね、電車使用される方は気をつけた方がいいです。うん。あまり知らない方も結構、多いのかな、どうだろう。結構知ってる方の方が多いとは思うんですけど、その中で電話しないことだったりとかね。ということでちょっと次行きましょうか。次は、降りる人を待とうって書いてますね。コメント読み上げます。降りる人を待ってから電車に乗ろうと書いてますね。これは女の子と男の子が、男性が電車から駅のホームに降りるのを待ってますね。電車の中にいる乗客が次の電車に近づくと、あ、もうそろそろ自分が降りる駅だなって思って立ち上がってね、ドアの近くに実際に、近くに行ったりとかするわけですけど、それが中から見えるわけですね。中から見えるので、その人たちが実際に降りるまでドアが開いて降りるまでちょっと待ちましょうということですね。ちょっと次行きましょうか。次は並んで待とうと書いていますね。これは男の子と女の子、そして男性と女性が黄色い線の内側に並んでいますね。ホームでは黄色い線の内側に並んで電車を待とうと書いています。黄色い線は点字ブロックです。点字ブロックっていうのは、目が不自由な方に
作られた、マークというか、目印になっているもので、目が不自由な方がホームから落ちないように、止まれという点字ブロックが下についています。僕が子供の頃、それこそ、中学生とか高校生ぐらいの時期は、ホームドアというのは、本当に東京の都心の方だけではあったんですけど、今では僕の近所だったりとか、もう多くのところでは、この落下防止のドアがついてます。はい。転落してしまう人が結構多くてですね、ここではなぜ転落してしまうのかっていうことについては、言わないでおきますけど、だから人がね、落ちてしまうことがよくあるので、そのための防止ドアっていうのが、ついてますね。面白いですよ、ホームドアは。ホームドアは面白い多分、僕の感覚ですけど、なんかちょっと、ハイテクっぽいんですよね。ハイテクノロジーというか、なんか電車だけだと、ちょっとなんか古いイメージがあるんですけど、ホームドアはなんかこう、最先端な感じがするので、僕は結構ホームドア好きなんですけどね。はい、次行きましょう。次はゴミを捨てないって書いてますね。ゴミは駅や電車に捨てず持ち帰ろうと書いています。はい。こちらは今、ゴミ、空き缶とかですかね。缶が椅子の上に置いていたりとか、床の上に置いたりとかしますね。あと紙ゴミがありますね。うん、なんかこの A4 の紙をこうくしゃくしゃにしたようなね、感じの紙が、散らかってます。はい。あの、日本の電車の中は、ほとんどゴミは置いてないです。これなんでだろうって思ったんですけど、駅にね、ゴミを捨てるところっていうのがたくさんあるので、わざわざ、電車でゴミを置かないのかなと思いました。はい。駅のホーム、乗るプラットフォームのところに、空き缶もそうですし、紙ゴミ、あとはペットボトルのゴミの分別できるゴミの捨てる場所があるので、そこに捨ててください。はい。僕もたまになんか飲み物が置いてあったりとかする時っていうのは、実際にたまにあるんですけど、でもそれは多分置き忘れてしまったことだったりとかで、置いてしまったっていうのがあったりとかすると思います。うん。なんか飲みかけとかだったりするんですよね。うん。なので、ゴミは電車の中には捨てないでおきましょう。はい。すぐゴミ箱は近くにあるのでね。はい。そして次行きましょう。次は床に座らないと書いてますね。駅や電車の、床に座るのはやめようと書いています。これは男の子があぐらをかいていますね。そう、あぐらって言います。この足を組んで、こう座る姿勢のことを日本ではあぐらをかくと言います。この状態のことをあぐらと言って、あの、あぐらをかくっていうのは、この動作を伴うので、動詞ですね。あぐらをかくは動詞なんですけど。そう、あぐらをかいて、スマホをいじってますね。はい。まあ、座らなくていいよねっていう感じではあるんですけど、はい。だからなんていうの、椅子もあるわけだから、椅子に座ればいいのに、わざわざ床に座ることは、ないでしょうということですね。はい。次行きましょう。次は荷物で迷惑をかけないと書いていますね。荷物が周りの人の邪魔にならないようにしようと書いています。これは男の子が別の男の子と話をしていますが、荷物を、あまり見ないでお話ししてますね。そして、それを見た男性と女性がとても、不機嫌な顔をしています。電車には、座席の上に網棚っていうのが置いてます。網棚っていうのがあります。それは、例えばだけど、リュックとか
カバンとかを置くことができる棚があって、そこに置くといいと思います。うん。キャリーケースとか、そのぐらいの大きさになってしまうと、結構重いし、上にね、乗せることはできないんですけど、このぐらいの大きさであれば、その上の網棚に乗せることができると思うので、もし荷物がちょっと邪魔だよって思った方は、ぜひね、上に乗せてみるといいと思います。そして最後です。はい、これ9つ目なんですけど、ながら歩きをしないって書いてますね。はい。ホームではスマートフォンやゲーム機を見ながら歩くのはやめようと書いています。これは男の子が、えースマホをいじりながら歩いていますね。で、音楽を鳴らしてるのかなと思います。この音符のマークがついてるから、多分ね、音楽を鳴らしながら、音楽とかゲームの音とかかな、を鳴らしながら歩いてます。そしておばあちゃんがすごく、びっくりしてますね。はい。そういうようなことです。ながら歩きって結構、僕もちょっとやりがちなんですけど、人がたくさんいるところでは、ずっとスマホをいじってしまうと、ちょっと周りの人のね、迷惑になってしまうっていうのはありますので、ちょっと注意してみてください。という感じかな。あと、プラスアルファで、お話しするならば、リュックの持ち方っていうのも、気にするといいと思います。よく、電車にね、乗っている時に、男性が自分のリュックを背中ではなくて、自分の前に、リュックを前にするっていう、格好をしている方をよく見ると思いますが、あれはある意味、より多くの人が電車に入るために、していることです。はい。日本とはいえ、荷物がね、取られる可能性っていうのも別にゼロではないので、そういう、危機意識もそうですし、結構背中って、あまり前よりね、不注意というか、あまり気づかないことって結構たくさんあるので、もしね、リュックとか持たれてる方は、荷物を前にする。もしくは、電車に乗っていて、網棚が近くにあるのであれば、その網棚のところに荷物を置いてみるっていうのは、とてもいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで、今回は電車でのマナーについてお話しさせていただきました。電車でのマナーね、この中で、どれだろう。携帯電話で話さない。これが他の国の文化と違うのかなって思います。はい。基本的に、楽しくね、電車の中でも楽しくお話しするっていうのは、僕は別にね、悪いことじゃないと思うし、それで、日本人がね、いや、この人たちうるさいんだけどって、思うのは、ちょっとね、器が小さいなと思うんですけど、そこは別に、楽しく、ただ、みんなに、利用するわけですから、電車をね。電車を利用しているわけなので、みんなが心地よく、気持ちよく電車を使用するために、ある程度マナーについては知っておく。そして、自分がもし、悪いマナーをしてしまったなって思う時に、なんでだっけって思った時に、そういえばこういうマナーあったからだなって思える。そういうのはすごく大切なことだなって思います。はい、というわけで今回のポッドキャスト以上になります。皆さん、マナーについて学ぶことができましたか？はい。もしよかったら、皆さんの国での電車でのマナーについて教えていただけると嬉しいです。というわけで今回の放送は以上です。ありがとうございました。バイバイ。